こんなはした金で、この俺に歌えってのか？こんな安いギャラで歌わされるくらいなら、さっさと帰った方がマシだ。海外ビップバンドのボーカルはそう怒鳴り、楽屋から動こうとしない。今日は大規模なロックフェス。イベント担当者は、色白の肌に桜色のスーツが映える美人社員。彼女が初めて任された大きな舞台で、俺は設営スタッフのバイトとして会場の機材運びや配線の仕事をひっそりとこなしていた。だが事態は急転直下。海外ビップバンドのボーカルがギャラの額に激高して突然のストライキを宣言。数千人の観客が詰めかけた会場は開演予定時刻を過ぎてもメインステージが空っぽのままだ。観客席から次々とブーイングが起こり始めた。スタッフが慌てふためき、彼女は青ざめている。このままじゃ。俺はこの状況を黙って見ていた。あの頃のことは忘れて、俺はただのアルバイトとしてひっそりと生きていくつもりだった。でも、俺が代わりにやります。思わず口にした言葉が場の空気を凍らせる。はぁ？何言ってるんだ？お前に何ができる？バイトの分際で笑わせるな。周りはあざけるように俺を見る。そんな空気を意に介さず、俺はギターをスタッフから借りると、ステージに向かって歩き出した。5年前に封印したはずのあの感覚が、今確かに蘇ってきていた。朝もやの立ち込めた会場に、重たいスピーカーを運び込む音が響く。まだ誰も来ていない客席に向かって、整然と並べられた椅子たちが、これから始まるイベントを静かに待っている。俺、谷俊介は、朝早くから都内某所の会議場で、企業の PR イベント設営のバイトをしていた。時給も良くないし、重い機材を運びっぱなしの重労働だ。でも、俺にはここしかなかった。谷さん、そこのケーブル、もう少し端に寄せてもらえますか？声をかけられて振り返ると、同じバイトの人が困ったような表情を浮かべていた。俺は無言でうなずき、床に這わせたケーブルを壁際に寄せ直す。さすが谷さん、手際いいっすね。褒められて、俺は軽く会釈を返した。会場設営や機材運搬のアルバイトは地味な作業の繰り返しだ。でもそれが今の俺の居場所だった。誰にも気づかれることのない細かな気配りを続けることが俺に課せられた贖罪だった。ある日、俺は大手家電メーカーの新製品発売会の設営に参加していた。発表会は午後から始まる予定で、業界関係者や報道陣が100名ほど集まるという。ステージ上には巨大なスクリーンが設置され、プロジェクターの光が画面に映し出す動画の最終チェックが行われていた。重いスピーカーを運び終え、ふと見上げると、ステージ脇で若い女性が明らかに困った様子でミキサーを覗き込んでいる。色白の肌に桜色のスーツが映える。凛とした佇まいは、この場には似つかわしくないほどだった。彼女は何度もつまみを触っては首をかしげている。その仕草には、不安げな表情とは裏腹に、どこか上品な雰囲気が漂っていた。彼女は確か、桜イベンツの社員だ。桜イベンツは、都内でも指折りのイベント企画会社で、老舗の重鎮たちが次々と引退していく中、若手の登用で、業界に新風を吹き込んでいるという評判を俺も耳にしていた。すみません。音響の方を探してるんですけど。通りかかったスタッフに声をかける彼女の横で、スピーカーから急に大きなノイズが響き、会場中が振り返る。彼女は慌ててミキサーに手を伸ばすが、それが余計に症状を悪化させてしまう。焦った様子で機材に触れる彼女を見ていると、昔の自分を見ているような気がして、どうしても放っておけなくなった。お手伝いしましょうか。俺が声をかけると、彼女は助けを求めるような、それでいて少し警戒するような目で俺を見た。名札には桜井と書かれている。すみません。バイトの方に頼むのは申し訳ないんですが、音が全然出なくて、お客様が来られる前に何とかしないと。俺は無言でうなずき、機材の後ろに回り込んだ。まずケーブルの配線を目で追っていく。メインの XLR ケーブルがミキサーの入力端子に繋がれているはずの場所に違う種類のケーブルが差し込まれていた。そこでパッド全体の接続図が頭に浮かぶ。失礼します。手早くメインケーブルを正しい位置に差し直す。ついでにチャンネルごとの配線も確認していく。左右のスピーカーに入る信号の強さが極端に違うのも気になった。このバランスも直しておきましょうか。低い声でつぶやきながらミキサーの各チャンネルのフェーダーを確認した。マスターボリュームが極端に下がっているのを見つけ、適切なレベルまで上げる。さらに
イコライザーの設定が極端に歪んでいたのを自然な音作りができる位置まで微調整していく。桜井さんが俺の手元を食い入るように見つめている。その表情には驚きと期待が混ざっていた。あとは、これと、ミキサーの AUX センドとリターンの設定も整え、最後にファンタム電源がオンになっているかも確認。一連の作業は5分とかからなかった。テストしてみてください。はい。桜井さんが持っていたマイクに向かって、テストテストと声を出す。クリアな音が会場に響き渡った。すごい。こんなにクリアな音が出るなんて。彼女の目が輝きを増す。試しにタブレットから音楽を流してみると、さらに表情が明るくなった。本当にありがとうございました。深々と頭を下げる彼女に、俺は、いえ、と小さく答える。音は当たり前のようにやっていた作業だ。むしろ、これくらいの調整で喜ばれることの方が、俺には不思議だった。さっさとその場を離れようとする俺を、彼女は呼び止めた。待ってください。声には切実さが混じっていた。振り返ると、桜井さんは両手を軽く胸の前で組み、少し前のめりの姿勢で俺を見つめていた。その眼差しには純粋な好奇心が溢れていた。けれど、それが余計に俺の心を締め付ける。なんでバイトさんがこんなに機材に詳しいんですか？もしかして音楽好きなんですか？その質問に俺は一瞬言葉を詰まらせた。まあ、昔、ちょっとやってたんで。できるだけ感情を隠した声で、俺は曖昧に答えた。へえ、やっぱり。彼女の目が一層輝きを増す。その反応に思わず視線をそらしてしまう。ふと、彼女の胸元でシルバーのペンダントが揺れていることに気づいた。それは小さなエレキギターの形をしていて、とあるバンドのロゴが刻まれていた。ああ、そのペンダント。思わず言いかけて、俺は慌てて言葉を飲み込んだ。しかし、彼女は聞き逃さなかったようで、嬉しそうに目を輝かせた。このバンドご存知なんですか？この前のサマーロックフェスでゲットしたんです。私ロックが大好きで、昔からライブハウス巡りとか。すみません。調子に乗ってしまって。慌てて言葉を切る彼女に、俺は思わず聞いていた。なんでロックに興味あるんですか？思いがけない質問に、今度は彼女が少し戸惑ったような表情を見せる。やがて、ふと遠くを見るような目をして、小さく微笑んだ。ロックで人生が変わったんです。だから、いつかは大きなフェスをやってみたいと思ってて。その言葉に、俺は思わず彼女の方をまっすぐ見つめてしまう。照れくさそうに髪の毛を耳にかける仕草が、彼女の言葉の真摯さを際立たせていた。その時突然、フロア奥から声がかかる。桜井さん、プレゼン用の原稿を確認したいんですが。はい、今行きます。彼女は少し残念そうな表情を浮かべて、そう返事をしてから、俺の方を振り返った。すみません。ありがとうございました。ではまた。そう言い残して、彼女は慌ただしく去っていった。後に残された俺は、なぜか胸の奥がざわつくような感覚を覚えていた。夕暮れが近づく頃、最後の機材を片付け終えた俺は、肩の張りをほぐしながら会場を出ようとしていた。発表会は無事に終わり、スタッフたちもほとんど帰ってしまっている。谷さん。背後から声が聞こえ、思わず足を止める。振り返ると、桜井さんが小走りで近づいてきた。さっきまでの慌ただしさが嘘のように、柔らかな表情を浮かべている。俺の名前、なんで？思わず口をついて出た言葉に、彼女は少し照れたように微笑んだ。名札見ましたから。谷俊介さんですよね。そうか、と俺は小さくうなずく。確かに作業中はずっと名札をつけていた。桜井さんは両手で持ったカバンを前で揃え、少し緊張した様子で口を開いた。実は、ずっとお礼を言いたくて待ってたんです。音響設定、上司からすごく褒められたんです。今日の音響は格別だったって。嬉しそうに目を輝かせる彼女に、俺は曖昧にうなずくだけだった。けれど彼女は、まるで長い間考えていた言葉を解き放つように続けた。それで、もしよければ、もう少し教えてもらえませんか？音響の基礎とか、機材の扱い方とか、谷さんみたいに手際よく対応できるようになりたくて。その言葉に、俺は思わず眉を潜める。すみません。そういうのは専門の人に習った方が。でも、俺の言葉を遮るように、彼女が声を上げた。その目には、どこか一生懸命なものが宿っている。私、
絶対に音響の仕事がしっかりできるようになりたいんです。いつか大きなフェスを任された時、谷さんみたいに自分の手で音を作れたら、だからどうか教えてください。その声には切実な願いが込められていた。俺が答えをためらうと、彼女は静かに語り始めた。高校2年の冬でした。大学進学のことで親と大喧嘩したんです。お前は小学部に行ってまともな会社に就職するのが一番いいって親は言いました。でも私、そんな将来に全然心が動かなくて、親は私のことを考えてくれているんだろうけど、言われるまま、決められるまま生きていくのがどうしても嫌だったんです。私は何も言い返せないまま家を飛び出しました。そしてただがむしゃらに歩いていたんです。言葉に詰まる彼女の目が徐々に潤んでいく。遠い目をして彼女は続ける。そしたら小さなライブハウスから音が聞こえてきました。なんとなく入ってみて、そこでチェリーブロッサムというバンドの演奏を聞いたんです。その名前に俺は思わず息を飲む。チェリーブロッサムは5年前、音楽シーンを席巻した伝説的なバンドだ。デビュー以来数々の賞を総なめにし、世界ツアーまで成功させた。ロックとポップスの境界を軽々と超えた革新的なサウンドと心に響く歌詞で音楽業界に新しい風を巻き起こした。しかし、彼らは突然解散した。頂点を極めたその時、バンドは音楽シーンから消え去ったのだ。なぜバンドが解散したのか、真相は誰も知らない。今では音楽ファンの間では語り草になっている。最初は聞いたこともないバンドでした。でも、1曲目を演奏し始めた瞬間から、会場全体が一つになっていくような不思議な感覚があって、ボーカルの人が一人じゃないよ、みんな同じように傷ついて、でも前を向いて生きてるんだって歌っていて、彼女の瞳が潤んでくる。私、それまで自分が何をしたいのか、何ができるのか、全然わからなくて、親の言う通り無難な道を選ぶしかないのかなとも思っていたんです。でも、あの日のライブでチェリーブロッサムの音を聞いて、会場の空気を感じて、初めて胸が震えたんです。こんな風に人の心を動かせる仕事がしたい。音楽に関わる仕事がしたいって、その時初めて自分の中で何かが目覚めたような気がしました。それ以来なんです。音楽で誰かを救えるような、そんなフェスを作りたいって思ったのは。照れくさそうに髪をかき上げながら彼女は続けた。だから、大学卒業してすぐに桜イベントに入社したんです。最初の2年間は先輩について、企業の展示会や記者発表会の補助をしてました。去年からやっと小規模なイベントのリーダーを任せてもらえるようになって、今日の発表会も実は私、初めてメインの担当だったんです。今はまだ予算が1000万円くらいまでの中小規模イベントしか任せてもらえなくて、大手企業様の PR イベントとか、記者発表会とか。彼女は一度深く息を吸って言葉を継いだ。でも、いつか絶対大きなフェスを手掛けたいって思ってるんです。親には夢みたいなことは言わないでって、今でも怒られ続けてるんですけど、あの時、初めて自分の道を自分で決められた気がしたんです。音楽の力って本当にすごいなって。だから、どうか教えてください。深々と頭を下げる彼女を前に、俺は言葉を失っていた。小さくため息をつきながら、俺は携帯を取り出した。わかりました。え？教えられることは限られてるけど、それでもいいなら、彼女の顔がパッと明るくなる。本当ですか？ありがとうございます。連絡先を交換し終えると、彼女は何度も頭を下げながら帰っていった。その後ろ姿を見送りながら、俺は自分が正しい判断をしたのか、自信を持てずにいた。夕暮れの空がだんだんと闇に染まっていく。そこには一番星が瞬いていた。それから3日後、携帯が震えた。桜井さんからのメッセージだった。谷さん、桜井です。九段の音響のレクチャー、お時間いただけませんでしょうか？スマートフォンの画面を見つめながら、俺は少し考え込む。確かに連絡先は教えたけれど、まさか本当に連絡が来るとは。返信をためらっていると、続けざまに別のメッセージが届いた。実は来週、小規模なプレゼン会場を任されることになって、自信がなくて。一生懸命さが伝わってくるような文面に、俺は思わずため息をつく。昔の知り合いがやっているライブハウスなら練習できるかもしれない、と打診のメッセージを送る。すると、すぐに返事が来た。本当ですか？ぜひお願いします。
この熱意は断りづらいな、と思いながら場所と時間を決めてしまっていた。そして数日後の午前中、街中の路地裏にある小さなライブハウスの前。俺は約束の時間より早く着いてしまい、少し落ち着かない気持ちで桜井さんを待っていた。このライブハウスのオーナーは昔の知り合いで、開店前の時間を借りることができた。ここなら機材も触れるし、音も出せる。お待たせしました。駆け寄ってくる桜井さんの姿に思わず目を細める。スーツ姿ではなく、デニムに T シャツという普段着姿だ。店内に入ると、彼女は目を輝かせた。ステージ横には本格的なミキサーが据え付けられ、様々な機材が整然と並んでいる。まずは基本的な配線の確認からしましょう。自分でも意外なくらい自然に説明が口から出てくる。ミキサーには必ずインプットとアウトプットがあって、この2つを間違えると音が出ません。特に XLR ケーブルはオスメスの形状が違うから、これを見分けるのが大事です。実際にケーブルを手に取り、端子の違いを見せる。彼女はスマートフォンでメモを取りながら真剣な表情で聞いている。で、各チャンネルには必ずイコライザーがついてます。これは特定の周波数帯域の音量を調整する機能。つまり音質の補正や改善、耳障りのいい音を作るための調整を行うところで、ここが重要で。はい。例えばボーカルなら、まず中域を少し上げます。人の声ってここが一番聞きやすい周波数なんです。でも上げすぎると音が痛くなる。だから耳で確認しながら少しずつ。フェーダーに触れる手が自然と動く。懐かしい感覚だった。あとはモニタースピーカーの位置も大切です。ハウリングを防ぐためにメインスピーカーとの角度を意識して。気づけば俺は熱心に説明していた。すごい。全部が繋がってるんですね、音響って。彼女の感想に思わずうなずく。そう、全部が繋がってるんです。一つ一つは単純な仕組みでも、それが組み合わさって最後は心に響く音になります。その言葉を最後に、その日のレクチャーは終わった。俺はこれで終わりだと思っていた。けれど、次回はいつがいいでしょうか。彼女の瞳はまだ何かを求めるように輝いていた。それに押されるようにして、俺は次の約束もしてしまっていた。それから週に一度、開店前のライブハウスで音響の手ほどきをすることが、なぜか習慣になっていった。コンプレッサーの使い方を教えた日は、彼女が初めて任されたプレゼン会場で見事に音を仕切ったという報告を受けた。リバーブの調整を説明した週の後には、社内の人から音が良くなったって褒められました、と嬉しそうに語る。でも、安藤部長だけは相変わらずですね。ある日、彼女はため息混じりにぽつりと漏らした。昨日も新人の分際で生意気だって、私もう新人じゃないんですけどね。でも部長は自分のコネで呼んだアーティストのことしか頭にないみたいで、イベントの中身とかお客様の反応とかそういうのは全然見てないんです。珍しく兎然とした表情を見せる彼女だったが、すぐに愚痴っぽくなってすみませんと笑顔に戻った。桜井さんに音響のコツを教えているうちに、俺は忘れていた技術やかつての経験がまるで誇りを払うように鮮明に蘇ってくるのを感じていた。あのバンドはドラムの音をこんな風に作っていたんですよ。気がつけばそんな裏話まで話していた。彼女は目を輝かせて聞いている。その純粋な好奇心にどこか救われるような気持ちになる。来週はモニターミックスについてもう少し詳しく教えていただけませんか？毎週のように新しい質問を持ってくる彼女に、俺はいつの間にか心を開いていた。それはまるで長い間閉ざしていた扉が少しずつ、でも確実に開いていくような感覚だった。ある日、いつものように音響の話を終え、片付けを始めていると、桜井さんが嬉しそうに口を開いた。谷さん、先週の政府系の国際会議覚えてますか？5カ国の代表が集まる同時通訳付きのやつです。ああ、音響が難しいって言ってたやつ。あれがすごく評価されたんです。彼女は目を輝かせながら説明を始めた。彼女は同時通訳用のブース3つとメインステージでのプレゼン、各国からのリモート参加者のモニタリング、それに会場のマイク設定と複雑な音響システムを完璧にコントロールしたという。谷さんに教えてもらったフィードバックの防ぎ方のおかげで一度もハウリングを起こさなかったんです。
それに、イコライザーの設定で、通訳音声も聞き取りやすくできました。途中で音声トラブルが起きた時も、先週教わったばかりのルーティングの切り替え方で対応できました。上司からも、さすが桜イベントの期待の申請って言ってもらえて、照れくさそうに髪をかき上げる仕草に、少し恥ずかしそうな様子が混じる。全部、谷さんのおかげです。本当にありがとうございます。深々と頭を下げる彼女に、俺は少し戸惑いながら答えた。いや、自分でちゃんと学んで実践したのは桜井さんですから。でも、谷さんに教えてもらわなかったら、絶対にできませんでした。あ、そうだ。彼女はカバンから封筒を取り出した。これ、特別手当をいただいたんです。谷さん、どうですか？今からご飯でも。その言葉に、俺は慌てて手を振った。いや、そんな、俺のレクチャーなんて大したことじゃないですから。そんなことありません。俺の言葉を遮るように、彼女が声を上げる。谷さんには、本当にお世話になってるんです。毎週の練習だって、時間を作ってもらって、それに。彼女は一度言葉を切り、少し赤みを帯びた方で続けた。実は、今日がちょうど練習を始めて3ヶ月目なんです。それをお祝いしたいなって。まっすぐに俺を見つめる瞳に、どこか強い意志が感じられた。お礼とお祝いと、それにこれからもご指導をお願いしたいっていう気持ちを込めて、お願いします。深々と頭を下げられては、さすがに断りづらい。それに、彼女の真摯な気持ちは痛いほど伝わってきた。わかりました。観念したように答えると、彼女の顔がパッと明るくなる。よかった。この辺りに美味しい定食屋さんがあるって聞いたんです。慌ただしく携帯を取り出す彼女を見ながら、俺は静かにため息をついた。路地裏の古い定食屋は、夕飯時を少し過ぎていたせいか、客も少なく静かだった。どこか懐かしい雰囲気の店内で、俺たちは向かい合って座った。注文を済ませ、さっきの話の続きを始める。国際会議での成功体験を、彼女は目を輝かせながら語っていた。でも、本当にうまくいってよかったです。あんなに複雑な音響、私一人じゃ絶対に成功できませんでした。肉じゃがを箸でつつきながら、桜井さんは少しうつむいていた。その言葉にどこか心当たりがあった。記憶が蘇ってくるのを押しとどめようとしたが、温かい定食の匂いと、懐かしい店の雰囲気が妙に舌を動かしてしまう。音響ってのは一人が頑張るんじゃなくて、全部が互いに助け合って響き合うんですよ。箸を持ったまま、俺は思わずそう口にしていた。響き合う？はい。スピーカーとマイク、アンプとミキサー、それに音を出す人と聞く人も、みんなが互いを理解して支え合って、それで初めていい音になるんです。なるほど。そうかもしれません。彼女はしみじみとうなずく。店内の薄暗い照明に照らされた横顔がやけに印象的だった。私、やっと分かった気がします。音響ってただの機械じゃないんですよね。人の心と心をつなぐものなんだって。その言葉に、俺は思わず箸を止めた。谷さん？彼女が心配そうに覗き込んでくる。長年、誰にも話さなかった記憶を、今なら話せる気がした。いや、話さなければいけない気がした。実は、俺も昔、一度深く息を吸う。店の薄暗い照明が過去を語るにはちょうどいい明るさだった。バンドをやってたんです。結構うまくいってた方だと思います。箸を置いて冷めかけた茶碗に手を添える。最初は本当に楽しくて、メンバーと音を合わせるたび、まるで魔法みたいな気分に慣れていました。でも、だんだん人が集まるようになって、雑誌にも載るようになって、気づいたら自分が一番大切なものを見失っていました。俺の音が全てだって思い込んで、仲間の音が耳に入らなくなってた。気づいた時には、もう遅かった。煮物から立ち上る湯気がゆっくりと空中で消えていく。メンバーと大喧嘩になって、結局バンドは解散しました。その後一人で活動してたんですけど、それもうまくいかなくて、店内のどこかで箸の音が響く。今じゃ音楽の世界とは完全に縁が切れてます。まあ当然の結果だったんでしょうけど、言葉を切って茶碗を見つめていると、ふと昔の光景が蘇ってきた。満員の会場、歓声に包まれたステージ。でも今はそれも遠い記憶になっている。でも今の谷さんは違いますよね。静かな声にふと顔を上げる。谷さんは私に音響のことを教えてくれています。機材のこと、音作りのこと、
でも、それだけじゃない。音楽の本当の大切さも教えてくれてるんです。彼女はまっすぐな瞳で俺を見つめていた。もし本当に過去の谷さんのように自分のことしか考えてない人だったら、こんな風に人に教えたりしないと思うんです。私そう思います。その言葉に胸の奥が締め付けられる。箸を持つ手が少し震えた。彼女は気づいていないだろう。自分の言葉がどれだけ深く響いているのかを。谷さん。彼女は視線を少しそらし、お茶の湯飲みをそっと回す。店の古びた照明が彼女の方に淡い影を落としていた。さっき、音響は響き合うものだって言いましたよね。私たちも響き合えてますかね。思いがけない言葉に心臓が大きく跳ねる。彼女は少し照れたように髪を耳にかけ、柔らかな笑みを浮かべた。ほんのりと赤みを帯びた横顔が夕暮れのように綺麗だった。なんていうか、毎週レッスンに来させていただいて、谷さんの話を聞いて、なんだか自分の中で、少しずつ何かが変わっていくような気がしているんです。それって、もしかして響き合ってるってことなのかなって。まっすぐな瞳が俺を見上げる。いや、俺なんかとそんな。慌てて言葉を濁す俺に、店内の柔らかな明かりが揺らめいた。どこか遠くで風鈴が揺れる音が聞こえる。ごめんなさい。変なこと言っちゃいましたね。彼女は小さく笑ってごまかそうとしたが、耳まで赤くなっているのが見て取れた。俺も思わず目をそらす。俺たちの間には、どこか甘い空気が漂っていた。その甘い空気は、定食を食べ終える頃には自然と和らいでいた。ごちそうさまでした。二人でほぼ同時に箸を置く。店の外に出ると、すっかり夜の空気が街を包んでいた。本当に今日はありがとうございました。お食事もお話も楽しかったです。街灯に照らされた彼女の表情はどこか晴れやかだった。これからも音響のこと教えていただけますか？その問いかけに俺は少し考え込む。最初は気が進まなかったレッスンだったけれど、今は少し違う。彼女と話をしていると昔のように音楽が楽しくなってくる。それに彼女の一生懸命な姿を見ているのも悪くない。ええ、構いませんよ。本当ですか？彼女の目が輝く。その笑顔を見ていると、教えることを承諾して正解だったと思えた。本当にありがとうございます。これからもよろしくお願いします。深々と頭を下げる彼女に、俺は小さくうなずいた。駅に向かう彼女を見送りながら、不思議な気持ちになる。自分が音を教えることを、こんなに素直に楽しめるなんて、それは、まるで長い間閉ざしていた扉が、少しずつ開いていくような感覚だった。ある日、桜イベンツのオフィスビルの一室で、俺は搬入してきた機材の設置作業に追われていた。いつものバイトの仕事で、今日はミーティングルームに大型スクリーンとプロジェクターを設置する予定だった。あれ？俊介さん。背後から聞き覚えのある声が響く。振り向くと、桜井さんがオフィスの奥から小走りで近づいてきた。いつものように端正な顔立ちだが、今日は珍しく表情が曇っている。こんなところで会えるなんて。ああ、そうか。設営のバイトですね。ええ、スクリーンの設置に来ました。答えながら、どこか落ち着かない様子の彼女が気になった。普段の明るさが見られない。実は、俊介さんに相談したいことが、時間ありますか？ええ、バイトが終わった後なら。それじゃあ、終わったらエントランスで待っててください。俺の作業の手が自然と止まる。オフィスの蛍光灯に照らされた彼女の表情には、これまで見たことのない真剣さが浮かんでいた。エントランスで落ち合った俺たちは、空いている会議室に場所を移した。桜井さんが休憩室からアイスコーヒーを入れて持ってきてくれた。彼女は紙コップを両手で包むように持ち、口を開いた。実は、桜ロックフェスの担当を任されることになったんです。思わず顔を上げる。その名前は知っている。毎年海外の大物アーティストを招いて行われる大規模なロックフェスティバルだ。業界では知らない人がいないほどの大きなイベントである。でも、なんでいきなり？私も、正直驚きで。桜井さんは少しうつむいた。このフェス、実はエモーションスターズっていう海外のバンドが目玉なんです。安藤部長が向こうのマネジメント会社と太いパイプを持っていて、毎年呼んできて、それで成り立ってきたみたいで、
エモーションスターズ。確か、ビルボードでも上位に食い込む、今をときめくバンドだ。ただ、ここ数年少しマンネリ化してきてるって声が多くて、集客も年々減ってるみたいなんです。エモーションスターズは素晴らしいバンドなんですけど、それだけに頼りすぎてたのかもしれません。それで、新しい企画を入れてなんとか刷新したいっていう話になって、若い世代の感性を生かしてみてはって声が上がったみたいで、そこで私に白羽の矢が立ったようなんです。この間の国際会議とか、いくつかのイベントで評価してもらってたから。言葉を選びながら、彼女は続ける。夢を叶えるチャンスだって分かってます。でも、いきなりこんな大きなフェス、私なんかに本当に務まるのかって、とても不安で。その時、廊下から聞こえてくる足音に、桜井さんは言葉を途切れさせた。会議室のドアがノックもなく開き、そこに安藤部長が現れる。こんなところにいたのか？探したぞ、桜井。安藤部長の表情は冷ややかだった。聞いたぞ。今度の桜ロックフェスの担当、お前になったそうじゃないか。お前みたいなひよっこに、俺が10年かけて築き上げたものを任せられるわけがないんだよ。ひよっこって、部長、私はもう新人では。うるさい。低い声で吐き捨てるように言い放つ安藤に、桜井さんが思わず体をこわばらせる。そこで俺に気づいたのか、安藤部長が睨んできた。なんだお前は。ああ、わかったぞ。最近こいつに余計なことを吹き込んでるエセバンドマンはお前だな。余計なことって。黙れ。机に両手をつき、安藤部長は俺たちを見下ろすような体勢をとる。背広の下で肩が震えているのは、怒りを抑えているためだろう。聞いたぞ。毎週のように音響を教えてるとかなんとか。いいか？もう桜井には関わるな。大事なイベントにはちゃんとしたプロがついてるんだから。お前みたいな、どこの馬の骨ともわからないバイトごときが、口を挟んでいい場所じゃないんだよ、ここは。机を指で叩きながら、安藤部長は続けた。これだけは覚えとけ。このフェスは俺のもんだ。新人が調子に乗って、今までの俺の成果を台無しにされてたまるか。最後まで威圧的な目線を向けたまま、安藤部長は乱暴にドアを閉めて出て行った。重苦しい空気が残された会議室で、桜井さんは深いため息をつく。ごめんなさい、俊介さん。あんな風にひどい態度で。俺が首を振ると、彼女は机に置いた資料を整理しながら、静かに話し始めた。安藤部長って、昔からずっとこうなんです。10年前にエモーションスターズの担当者と知り合って、それだけで部長まで上り詰めた人なんです。社内でも、コネの人って言われてます。言いにくそうに言葉を選びながら、彼女は続ける。部長は、イベントの中身とか、お客様の反応とか、そういうのは全然考えてないんです。ただ海外アーティストとつながるってだけで、偉そうにしてるだけ。だから、部署の先輩たちもみんな、いい顔してないんですよ。資料を手に取りながら、桜井さんは決意を秘めた表情を見せた。でも、私は負けません。このフェスを、本当に音楽を愛する人たちのためのものにしたいんです。その言葉に、俺は思わず微笑んでいた。彼女の目には強い意志が宿っている。俺も手伝います。え？音響のことだけじゃない。フェスの成功に必要なことなら何でも。思いがけない言葉だったのか、桜井さんの目が大きく見開かれる。でも、さっきの部長の態度で気を悪くしたんじゃ。気にしません。それより、人の心を動かせるフェスを作りたいんでしょ。桜井さんは小さく、でもしっかりとうなずいた。午後の光が差し込む会議室で、俺たちの新しい挑戦が始まろうとしていた。それからの数週間、桜井さんは会社中を駆け回っていた。企画書を抱えながら各部署を回り、若手スタッフの意見を積極的に取り入れる。こんな風に観客と一体になれるフェスにしたいんです。と熱く語る姿に、ベテランたちも次第に引き込まれていった。去年までのレイアウトだと、メインステージだけが目立ちすぎてるんです。もっといろんなところで音楽が響き合うような、そうだ、サブステージを円形に配置して、観客がどの方向を向いても音楽が聞こえる。そんな会場にできないでしょうか。会議室の机に広げられた図面を指さしながら、桜井さんは提案する。俺も休憩時間を使って、できる限り相談に乗った。ここにサブステージを作るなら、音が干渉しないよう向きを変えた方がいいですね。あと、この通路狭くないですか？人が詰まっちゃいそうです。桜井さんは
俺の一つ一つの提案を真剣に聞き、時にはスマートフォンでメモを取る。そして、ここは絶対に譲れないという部分と、ここは柔軟に対応できるという部分をしっかりと整理していった。各ステージをつなぐ通路をミュージックロードって名付けて、そこでもストリートミュージシャンに演奏してもらうのはどうでしょう。面白いですね。でも、音の調整が難しそう。それなら、メインステージの音圧を抑えめにして、各サブステージの音が干渉しないように設定しましょう。そうすれば、全体的に音の密度は保てるはずです。打ち合わせは夜遅くまで及ぶことも多かった。額に汗を浮かべながら企画書と格闘する桜井さんの横で、俺も一緒に考えを巡らせる。俺の昔のつながりが思わぬところで役立ったこともあった。どうしても予算が足りないんです。でも音響の質は絶対に下げたくなくて、いい機材を安く借りられるところってないでしょうか。昔よくお世話になってた機材レンタル屋さんなら相談に乗ってくれるかも。あと音響スタッフも腕はいいのに意外とリーズナブルな人を知ってます。本当ですか？紹介していただくことって。ええ、今から電話してみましょうか。ぜひお願いします。俊介さん、本当に救世主です。嬉しそうに微笑む彼女の表情に俺も心が温かくなる。次第に企画は形になっていった。エモーションスターズだけでなく、実力派の若手バンドも複数組み込まれ、フェスの規模は去年以上になりそうだった。これまでのフェスは、ただ有名アーティストを呼んで、それだけだった。でも今年は違います。お客様と音楽がもっと近くなれる。そんなフェスにしたいんです。彼女の瞳は日に日に強い光を帯びていった。そしていよいよ、フェス当日になった。会場には早朝から大勢のスタッフが行き交っていた。俺も設営スタッフの一人として、ステージ裏で機材の最終チェックに追われていた。俊介さん。慌ただしくかけてくる足音とともに、桜井さんの声が響く。振り返ると、彼女は普段は見せない、まるで少女のような表情で目を輝かせていた。チェリーブロッサムのマーティンとショーンが来てるんです。さっき楽屋で見かけました。その名前に、俺の手の動きが一瞬止まる。あの二人、セカンドステージの鳥で出演するバンドのサポートで来日してるみたいで、すごくないですか？はあ、仕事で来てなかったらサインが欲しい。嬉しそうに話す桜井さんの声が少し遠くなっていく。俊介さん？桜井さんの心配そうな声で我に返り、平静を装う。ああ、すごいね。チェリーブロッサムの二人が来てるなんてね。あ、もしかして、具合でも悪いんですか？いや、大丈夫。それより機材の方をチェックしないと。言葉を濁しながら、俺は作業に視線を戻した。が、手元のケーブルが少し震えているのが分かった。その時、後方から大きな声が聞こえた。どういうことだこれは。声を荒げているのは、エモーションスターズのボーカル、ヒュー・シアラーだった。マネージャーが差し出した書類を振り回しながら怒鳴っている。その剣幕に、周囲のスタッフが思わず後ずさる。契約書の内容が話していた条件と全然違う。追加報酬は、特別手当は。桜井さんが前に出て、丁寧に頭を下げる。申し訳ございません。ただ、契約書に記載されている金額が、正規の報酬として、御社とも事前に取り決めさせていただいた金額になっております。正規だと？ふざけるな。ヒューの怒声が響き渡る。その時、後ろから安藤部長の声が聞こえた。ヒュー、どうした？何かトラブルでも？にやりと薄笑いを浮かべながら、安藤部長が近づいてくる。安藤、話が違うじゃないか。例年通りの特別な配慮はどうなってるんだ？申し訳ない。今回は新しい担当者が契約を担当していて、例年の慣例については把握していなかったようだ。安藤部長は桜井さんの方をちらりと見る。その目には明らかな侮蔑が浮かんでいた。ヒューは地面に書類を投げつけ、周囲に向かって英語で怒鳴る。こんな素人に任せるからこうなるんだ。このままじゃステージには立てないな。ヒューの言葉にメンバーもうなずいた。そして彼らは楽屋の椅子に座り込んで動こうとしなくなった。桜井さんが焦った様子で楽屋に入った。シアラさん、お願いです。会場にはエモーションスターズの音楽を心から楽しみにしている人たちがたくさん来てくださっているんです。はあ、こんなはした金でこの俺に歌えってのか？去年の半分以下だぞ。半分以下の金で同じステージに立てると思ってるのか？ヒューは吐き捨てるように言う。そちらに関しては、私からお詫びさせていただきます。ステージの後で改めて、
うるさい。素人は黙ってろ。お前にはわからないかもしれないが、これはプロの世界の話だ。こんな安いギャラで歌わされるくらいなら、さっさと帰った方がマシだ。そうこうしているうちに、時計は容赦なく進んでいき、エモーションスターズの出番の時間となってしまった。だけど、メインステージには誰の姿もなく、ただ、スタッフが慌ただしく走り回っている。開始予定時刻を10分過ぎても、エモーションスターズのメンバーは誰一人として、楽屋を出る気配を見せない。広大なメインステージの最前列からは、次々とブーイングが起こり始めた。何やってんだ、早くしろよという怒号が次々と飛び交う。それはたちまち会場全体に広がっていった。その時、若手スタッフが駆け寄ってきた。額には汗が浮かび、声は上ずっていた。桜井さん、観客席の様子がまずいです。特に前の方で押し合いが始まってて、このままじゃ収拾がつかなくなります。別のスタッフも無線を握りしめながら走ってきた。警備の人たちがもう抑えきれないって。桜井さんの顔から血の気が引いていく。ブーイングはさらに大きくなり、会場全体が怒号に包まれていった。このままじゃ。桜井さんの顔が青ざめていく。その様子を俺は黙って見ていた。このままじゃフェスが台無しになる。今ここにいる誰もが音楽を心から愛している人たちだ。そんな人たちを失望させるわけにはいかない。諦めかけていた空気の中で俺は一歩前に踏み出していた。振り返る桜井さんの前で静かに、でも確かな声で言った。俺が代わりにやります。その場の空気がシーンと凍った。安藤部長があざけりの笑みを浮かべる。はあ？何言ってるんだ。お前に何ができる。バイトの分際で笑わせるな。でも俺の決意は固かった。俺はギターをスタッフから借りるとステージに向かって歩き出した。ふざけるな。お前みたいなエセバンドマンなんかにこのフェスを台無しにされてたまるか。安藤部長の声を無視して俺は階段を一段ずつ上がっていく。懐かしい重み、手に馴染むギターの感触。どれだけ時が経ってもこの感覚だけは忘れられなかった。ブーイングや怒号が渦巻く会場のステージに立つと、その光景が一瞬昔と重なった。スポットライトが眩しい。深く息を吸いギターを構える。弦に触れた指先がかすかに震えている。そっと目を閉じ、一音つまびいた。澄んだ音が怒号の渦巻く会場に溶け込んでいく。続いてもう一音。指が覚えていた。この音の運び方を、この響きの作り方を。魂の奥底で眠っていた感覚が今目を覚ましていく。俺が曲を奏でると、まるで時が止まったかのように会場のざわめきが静まった。数千の視線が俺の指先に釘付けになっていく。そして俺は歌い始めた。最初はかすれていた声が次第に力強さを取り戻していく。体の中を音が駆け巡る。時を超えて魂が目を覚ましていくようだった。ギターをつまびく指が自然と動き、声が旋律を追いかけ、それらが溶け合って一つの音になっていく。会場の空気が変わっていくのが分かった。怒りに満ちていた空間が少しずつ音楽に満たされていく。フロアの後方から静かに手が上がり始める。それが徐々に前へと広がり、いつしか会場全体がゆっくりと揺れ動いていた。ステージの眩しい照明の中で俺は目を閉じて歌い続けた。かつて夢中で音を重ねたあの日々の感覚が今確かに蘇っていた。最後の音が会場に響き渡り、俺がギターから手を離した瞬間、会場は一瞬の静寂に包まれた。その後、まるで咳を切ったように轟くような拍手が湧き起こる。あれってもしかしてチェリーブロッサムの俊介だ。あの伝説のギタリストの俊介が帰ってきた。本物？観客の間で次々と驚きの声が上がり、それが波紋のように広がっていく。どよめきは次第に歓声へと変わり、会場全体が熱気に包まれていく。バックヤードでは桜井さんや安藤部長、スタッフたちが目を見開いて立ち尽くしている。でも俊介って確かメンバーと喧嘩して解散したんじゃなかった？あれどうなったんだっけ？観客の間で囁かれる声に俺はマイクを握り直した。皆さんの記憶の通りです。会場が静まり返る。5年前チェリーブロッサムは解散しました。原因はすべて俺の傲慢さにありました。深く息を吸い続ける。デビューしてから俺たちは本当に幸せでした。ファンの皆さんに支えられてどんどん大きなステージに立てるようになって。でも
成功すればするほど、俺はおごっていった。自分の音が一番だって。自分の感性が全てだって。一瞬、言葉を詰まらせる。マーティンがもっとバンドとして音を作ろうって言ってくれた時も、ショーンが昔みたいにみんなで音を合わせようって提案してくれた時も、全部無視した。そうやって仲間の思いを踏みにじって、ついにはレコーディング中に大喧嘩になって、会場が俺の言葉に息を潜めている。あの時、二人は俺に言ったんです。音楽は一人じゃできない。響き合ってこそ意味があるって。でも俺は、その大切な言葉の意味がわからなかった。マイクを持つ手が震える。それから5年、音楽から逃げるように生きてきました。でも今日、このステージに立って、やっと分かった気がします。音楽っていうのは、人の心と心をつなぐものなんだって。その瞬間、目の端に涙が滲んだ。マーティン、ショーン、今更かもしれないけど、本当にごめん。素直に、心の底から絞り出した言葉だった。会場は水を打ったように静まり返っていた。数千の視線を感じながら、俺はギターを強く握り直した。この5年間、一度も演奏していなかった曲。でも今なら、今の俺だからこそ、この曲を届けられる気がした。深く息を吸い、再び弦をつまびく。かつてのヒット曲のイントロが会場に響き渡る。その時、ステージ袖から2つの影が現れた。振り返ると、マーティンがベースを、ショーンがドラムスティックを手に立っていた。2人とも昔と変わらない笑顔を浮かべている。言葉を交わす間もなく、マーティンの重厚なベースラインが俺のギターに絡み始める。続いて、ショーンの正確なドラムビートが加わる。まるで5年の時が消え去ったかのように、俺たちの音は自然と溶け合っていった。俺の指先が昔よく弾いたフレーズを紡ぎ出す。するとマーティンがその音を受け止めるように低音を重ね、ショーンがシンバルでアクセントを加える。俺たちだけが知っているあの頃の合図。観客が歓声を上げる中、音はさらに高みへと登っていく。俺たちの魂が音となって響き合う。それはもう誰のものでもない。ただこの瞬間に生まれた奇跡の音。曲が終わり、最後の余韻が会場に満ちていく中、俺は少し戸惑いながらギターを下ろした。マーティン、ショーン、どうして？マーティンが俺の肩に手を置く。ショーンも近づいてきて、3人で小さな輪を作る。あの頃、ライブ後にいつもやっていたように。久しぶりだな、俊介。お前の音、5年経ってもやっぱり特別だよ。マーティンの声が懐かしい温かさで響く。ショーンが目を潤ませながら続ける。でもな、今日の音はあの頃とは違ってた。なんていうか、もっと人の心に寄り添うような。それは、言葉に詰まる俺に、2人は優しく微笑みかける。昔はいろいろあったけど、みんな若かったんだよ。お前も、俺たちも。マーティンの声に、深い懐かしさと優しさが混ざっている。今度は一緒にやろうぜ。俺たちもずっと、お前の音が恋しかったんだ。お前がいない音楽は、どこか物足りなくてさ。込み上げてくる感情を抑えきれず、俺の目から涙が溢れ出す。それは後悔と喜び、そして希望が混ざり合った温かな涙だった。マーティン、ショーン。俺たちは額を自然と寄せ合う。会場からは大きな拍手が湧き起こっていたけれど、この小さな輪の中では時間が静かに流れていた。マーティンが最初に顔を上げ、にやりと笑う。なあ、俊介、あの曲覚えてるか？ベースのイントロを軽く鳴らすと、俺の体が懐かしい旋律に反応する。ああ、忘れるわけないだろ。カウント頼むぜ、ショーン。任せとけ。1、2、3、4。ドラムスティックが空を切る音とともに、チェリーブロッサムの代表曲が響き出す。冒頭のリフに観客から悲鳴のような歓声が上がる。最前列から次々と手が上がり、フロア全体が波のように揺れ始める。懐かしいメロディーに合わせて数千の声がコーラスになる。昔のセットリストがまるで昨日のことのように自然と呼び覚まされていく。一曲、また一曲、激しいナンバーからしっとりとしたバラードまで、5年の空白を感じさせないほどに音が完璧に重なり合う。ギターソロでマーティンと向かい合えば、ベースが俺の音を支え、背中越しに交わすショーンとの視線で切れ目のないビートが生まれる。かつてのあうんの呼吸がさらに深みを増して蘇っていた。会場の熱気は曲が進むごとに上昇していく。スタッフが慌てて照明を調整し、
即席のスモークマシンが焚かれ、バックヤードは舞台裏とは思えない興奮に包まれていた。アンコールアンコール鳴り止まない手拍子に俺たちは顔を見合わせる。その時、ステージ袖から意外な姿が現れた。混ぜてもらえるかな。ヒューがマイクを手に歩み寄ってくる。その後ろには、エモーションスターズのメンバーも揃っている。ヒューは、先ほどまでの険しい表情を消し、どこか晴れやかな顔をしていた。俺たちの前で足を止め、彼は続ける。君たちの演奏を聞いてて大事なことを思い出した。音楽ってのはギャラの額じゃない。心と心をつなぐものなんだ。昔俺もそう信じてた。一瞬の静寂の後、俺がうなずくと、ヒューは満面の笑みを浮かべた。そして、最後の一曲が始まった。それは、俺たちの原点とも言えるデビュー曲。エモーションスターズの力強いボーカルが、俺たちの音に重なる。それは、予期せぬコラボレーションだった。でも、まるで昔からの約束だったかのように、音が自然と絡み合っていく。エモーションスターズとチェリーブロッサムが、即興で織りなすハーモニー。それは、誰も予想していなかった奇跡のような演奏だった。当初の予定とは全く違う展開。けれど、会場の熱気は最高潮に達していた。観客は総立ちで手を振り、時には涙を流しながら、伝説のバンドの復活と世界的アーティストとの奇跡のコラボレーションに酔いしれていた。スポットライトを浴びながら、俺は思う。この音は、もう二度と失いたくない。そしてこれは、誰もが忘れられない伝説のフェスとなった。最後の音が鳴り止み、カーテンが降りた後も、会場の熱は冷めやらない。チェリーブロッサム、エモーションという声が何度も響き渡った。興奮冷めやらぬままバックヤードに戻ると、スタッフたちが大成功に沸いていた。すごかった。まさかあんな展開になるなんて。SNS が大変なことになってます。伝説のコラボってつぶやきがたくさん。若手スタッフたちが興奮気味に話し合う中、桜井さんの周りにも人だかりができていた。さすが桜井さん。こんな歴史的なステージを作っちゃうなんて。あのエモーションスターズとチェリーブロッサムの奇跡のセッションですよ。最高でした。喜びに目を輝かせる桜井さんの姿に、スタッフたちから次々と祝福の声が上がる。その輪から少し離れた場所で、安藤部長が壁に寄りかかったまま、うなだれていた。バカな。俺の完璧な計画が。10年かけて築いたコネが、新人風情に、たかがバイトごときに、俺のフェスが奪われるなんて、くそ。そんな彼を横目に、ヒューが桜井さんに向かって話し始めた。会社に報告していただきたい。これまで安藤とは、出演料の水増し契約を結んでいました。表向きの金額を実際の倍以上に設定し、その差額を会社の経費として計上。私たちのマネジメント会社と山分けにしていたんです。ヒュー、お前裏切るのか。黙れ。ヒューの一括に安藤部長が縮み上がる。俊介の演奏を聞いて俺は目が覚めた。音楽ってのは金じゃない。心なんだ。観客の感性を聞けばそれがわかるはずだった。それなのに俺たちは、いや、俺は間違っていた。周囲のスタッフたちの視線が安藤部長に集まる。詳細な証拠は後ほど提出させてもらう。ちょっと待ってくれ、ヒュー。安藤部長の懸命な声も、もはや誰の心も動かさない。バックヤードの片隅では、桜井さんが携帯で本社に連絡を入れ始めた。それを見た安藤部長の顔から、最後の血の気が引いていく。会場から響く観客の歓声が、まるで判決の音のように響いていた。深夜近く、撤収作業が全て終わった会場は、嘘のように静まり返っていた。広大なフロアは、不思議なほど落ち着いた空気に包まれている。機材を運び出す作業員たちも帰り、ステージ上の照明も落とされた。ほんのり薄暗い会場で、俺は最後の点検を終えようとしていた。俊介さん。後ろから桜井さんの声が聞こえる。振り返ると、彼女は少し疲れた様子で、でも晴れやかな表情を浮かべていた。まさか俊介さんが、あのチェリーブロッサムのギタリストだったなんて、夢にも思いませんでした。どこか寂しそうな、でも優しい微笑みを浮かべる彼女に、俺は何と答えていいかわからなかった。暗めの茶色の髪が、かすかな明かりに照らされて揺れる。その横顔はいつもより少し大人びて見えた。でも不思議ですね。え？最初に会った時から、俊介さんの中に何か特別なものを感じてました。音楽に対する優しさというか、深い愛情というか。彼女は
ステージの方に目を向け、少し言葉を探すように間を置く。毎週の練習で、俊介さんは音響の技術だけじゃなくて、音楽の大切さも教えてくれました。機材の扱い方を学びながら、私も少しずつ人の心に寄り添う音作りができるようになって、今日のフェスだって俊介さんがいてくれたから最高の音で届けられたんです。そして彼女はゆっくりと俺の方を向いた。私たち、ちゃんと響き合えてましたね。囁くような声で言って、彼女は俺の方を見上げた。薄暗い会場で彼女の瞳が綺麗に輝いている。心臓が小さく跳ねる。言葉に詰まる俺に、彼女は柔らかな笑みを浮かべる。その表情に緊張が解け、俺も微笑み返した。そうですね。これからも互いに助け合っていきましょう。頬が熱くなるのを感じながら精一杯の言葉を返す。彼女の方もほんのりと赤みを帯びた。フェスの翌日、桜イベントの会議室は重苦しい空気に包まれていた。ヒューは宣言通り安藤部長を告発した。彼は毎年エモーションスターズの出演料を水増しし、その差額を私的に着服していた。海外のマネジメント会社との間で裏契約を結び、見かけ上の出演料を実際の倍以上に設定。その差額を会社の経費として計上し、マネジメント会社と山分けしていたのだ。さらに調査が進むと、他のアーティストとの契約でも同様の不正が次々と明らかになった。バックステージの設営費用の水増し、機材レンタル料の水増し、人件費の架空計上。安藤部長は自分のコネを利用して長年にわたって巧妙な資金流用を続けていたのだ。この5年間で総額およそ8000万円の損失が確認されました。経理部からの報告に重役たちの表情が険しくなる。さらに海外のアーティストに関しては適切な源泉徴収も行われていませんでした。追い打ちをかけるように法務部からも厳しい指摘が入る。結果、安藤部長は懲戒解雇。関与が疑われる海外のマネジメント会社とは全ての契約を解除することが決定した。今後は経理のチェック体制を強化し、契約に関しては必ず複数の目で確認を行うことといたします。社長の声が会議室に響く。これまでの放漫な体制が一気に締め直されることになった。フェスから1週間後、俺はマーティンとショーンと3人で久しぶりにスタジオに集まっていた。なあ、俊介、俺たちまた一緒にやらないか。マーティンがベースを膝に乗せながら自然な口調で切り出した。でも、お前らは海外で活動してるんだろ？それがしばらく日本にいることになってさ。ショーンがドラムスティックを回しながら笑う。向こうのレーベルと話がついた。プロデューサーとしても活動できるように東京にスタジオを持つことになったんだ。マーティンが続ける。おまけに、フェスの動画が SNS で拡散されちまって、チェリーブロッサムの復活を期待する声がすごいことになってるらしい。俺は少し考え込む。確かにあの日、ステージで感じた感覚は忘れられない。5年前とは違う新しい音が、この指先に宿っているような気がしていた。いきなりバンド再開は荷が重いかもしれない。でもまずは3人で新しい音を作ってみようぜ。このスタジオで。ショーンの提案にマーティンもうなずく。そうだな。無理せず、でも本気で。お前の音、もう一度聞かせてくれよ。その言葉に胸の奥が熱くなる。スタジオの空気が懐かしい匂いを運んでくる。あ、ギターを手に取りながら俺は決意を固めていた。もう逃げることはない。音楽と正面から向き合う時がまた来たんだ。数日後、いつものライブハウスの前で桜井さんと待ち合わせた。珍しく私服姿の彼女は会社帰りとは思えないほど弾むような足取りで近づいてきた。俊介さん、実は嬉しいお話があって。待ちきれない様子で彼女は話し始めた。フェスの後、社長直々にお呼びがかかったんです。最初は怒られるかと思って、でもむしろ褒めていただいて。嬉しそうに目を輝かせながら彼女は続ける。来年の夏フェスのメイン企画を任せたいって。しかも今回よりも大きな規模で、君の音楽への情熱は本物だ。あのフェスで証明してくれたっておっしゃっていただけたんです。照れくさそうに髪をかき上げながら彼女は少しうつむいた。それに、チーム編成も任せてもらえることになって、音響スタッフの人選からアーティストの選定まで、私の考えを全面的に取り入れてくれるって。それはすごいですね。はい。これからはもっともっと素敵なフェスを作っていきたいんです。
音楽の力で誰かの人生を変えられるような、あの日の私みたいに。その言葉には確かな自信が滲んでいた。もう迷いを感じさせない、しっかりとした芯のある声だった。実は俺も、言いにくそうに口を開くと、彼女は首をかしげた。マーティンたちとまた音楽をやることにしたんです。いきなりバンド再開というわけじゃないけど、少しずつ新しい音を作っていこうって。え、本当ですか？声を上げた彼女は、思わず俺の両手を握りしめていた。よかった。本当によかった。俊介さんの音楽、もう一度聴けるんですね。その無邪気な喜びように、俺は頬を緩ませた。そのことに気づいたのか、慌てて手を離した彼女は、頬を染めながら付け加えた。ライブとかするなら、イベントでご一緒させていただけたりしませんか？ええ、ぜひお願いします。そう答えながら、ふと気づく。この先、彼女とはもっと近い関係になれるかもしれない。いや、ならなければいけない。最初は音響の先生と生徒という関係だったけど、いつの間にか特別な存在になっていた。彼女の純粋な音楽への思い、一生懸命な姿、時折見せる愛らしい仕草、すべてが俺の心を揺さぶっていた。もう迷うことはない。音楽を通じて心を開いてくれた彼女に、今度は俺から心を開こう。街灯が灯り始める中、俺は彼女の目をまっすぐ見つめた。通りを行き交う人々の声が遠のいていく。この瞬間、世界には俺たち二人しかいないような気がした。すずめさん。はい。俺、あなたのことが好きです。音楽のこと以外でも、ずっと一緒にいてほしい。息を飲むような声が聞こえる。彼女の瞳が少しずつ潤んでいく。私も、俊介さんと一緒に、音楽のこともそれ以外のことも、全部作っていきたいです。彼女の頬を伝う一筋の涙が夕暮れに輝いていた。これからは二人で響き合っていこう。そっと差し出した手に彼女のぬくもりが重なる。これから先もきっと俺たちの音は響き合っていく。新しい音楽と新しいイベントを作りながら、それはもう誰にも止められない歩みになるだろう。かつての俺は自分の音が全てだと思い上がっていた。でも、すずめさんと出会って俺は初めて気づいた。人を助けることは自分の心も救うということに。彼女の純粋な思いに触れ、音楽への情熱を取り戻せた。そして、再びマーティンたちと出会い直すことで、新しい響き合いの形を見つけることができた。本当の音楽は、心と心が響き合うところから生まれる。バンドメンバーとの音の重なり、観客との一体感、スタッフたちとの信頼関係、すべてが互いを支え合い、響き合ってこそ、最高の音が生まれるんだ。音楽は一人では作れない。でも、互いに助け合い、響き合えば、どんな音も奏でられる。それは、人生も同じことだと、俺は思っている。